どこ行った？我々は沖縄本島はるか南西石垣島に行くことへ。そこには野生化した巨大なイグアナ、中には 1m50cm を超えるものもいるらしい。まあ今回はその食材を食べに来たっていうわけ。どうも、忘れです。ということで、今回はですね、石垣島にグリーンイグアナを取りに来ました。はい。で、まあ、もともとグリーンイグアナって、ペットとしてね、飼われてたんですけど、そのペットが逃げ出して、石垣島でかなり繁殖してるということで、めちゃくちゃいるらしいんですよ。さて、今回狙っていくグリーンイグアナは、もともとはメキシコや中央アメリカ、まあとにかく本来は暖かい地域に住んでる生物なんですよ。で、石垣島はですね、意外とね、冬が寒くて、普通のグリーンイグアナ越冬できないから大丈夫かみたいな感じで飼われてたんですけど、まあイグアナも個人差があって、寒さに強いやつがいて、それが今繁殖しまくってると。で、さすがに俺一人では取り切れないということで、今回、助っ人の方々に来ていただきました。じゃあ自己紹介ちょっとお願いしてもいいでしょうか。ケンテツです。よろしくお願いします。ケンです。お願いします。まあ、お二人ね、ガチガチの人たちなんで、今日は撮れるんじゃないか。なかなか撮れなくて動画ボツになること多いけど、今日は撮れますよね。スーパーコンビなんで。スーパーコンビ。取れないわけがないです。そのメンタルはもう一番いいですね。じゃあ、森、もうあそこに入っていくんですよね。ハブとか大丈夫なんかな。まあよくわかんないですけど、行ってみます。行きます。ただ動画で見てても分かりづらいから、この2人ガチでエグいぞっていうことをね紹介したい。まず大前提として聞いてほしいのが、イグアナを取ってもお金にはならないんだよ。だから彼らが求めてるのって純度 100% のロマンなんだよ。これがすごいんだ。で、取り方なんて誰も知らない。たくさんの試行錯誤があったと思うんだ。で、最終的にゲンテスさんドローン使ってるからね。グリーンイグアナって爬虫類なんですけど、基本的に爬虫類はですね、変温動物って言いまして、自分で体を温めることができなくて、で、今3月で結構寒いんですよね、意外と石垣島。で、朝になると木の上に登って、木の上で体を温めて、そこから活動するみたいなんですよ。でも皆さん考えてみてください。10メーター以上の木の上で寝ているイグアナを地上から探すのって正直不可能に近いんですよ。ただ、ゲンテスさんはそれを可能にしました。そう、ドローンを使用することによって。今ゲンテスさんはドローンで木の上でね、体を温めてるイグアナをね、探してるみたいです。なんか探し方が最新すぎてびっくりしてるんだけど。で、さっき店員さんが持ってた棒でバシバシって叩いて、でそこで驚いたイグアナがバッて落ちてきて、それをキャッチするみたいです。まあグリーンイグアナね、割と鈍重そうに見えるんで、俺がねキャッチしてやりましょう。まさか魚しか取れないみたいなねイメージがつきつつありますけど、やってやりましょうよ。グリーンイグアナもね取ってやりましょう。ちなみになんかね、初めてやった人で取れるやつはまずいないらしい。でも俺は取る。なんかもう見つかったらしいわ。どんだけおるんやグリーンイグアナ。茶色のやつがいるわ。全然グリーンじゃないよ。1メーター山側、俺の反対側。本当にね、電波もないところでやってるんで、トランシーバーで喋ってるんですよ。トランシーバーにドローンっていう。しかも2人とも撮り方を編み出したらしいんですよ。撮り方を編み出すところが一番大変なんですけど、執念がエグすぎる。多分やばい人だよ、この2人。じゃあ俺も山入るわ。結構山の中どんどん進んでいくんですね。うわ、石垣島にはサキシマハブと言われる猛毒のハブや樹液に毒がある植物が大量に存在する。さらにはアダンを含めいろんな木に鋭利なトゲがあります。みんな普通に歩いてますけど、露出してる部分はもう傷だらけになるのは避けられません。正直普通に痛い、安全ピンが刺さり続けるような感覚。そして何よりも気をつけなければいけないのは、地面全体をツタ植物が覆っていることです。慣れるまでまともに歩くことすら難しいのです。どこおるんやろ。これかな。上じゃない。この上、これ取れます？グリーンイグアナは木のてっぺんでツタのベッドを作って寝ています。そのため下から見てもイグアナの姿は全く見えないんですよ。捕獲難易度高すぎやろ。今ドローン飛ばすんで、この棒が目印になるんですよね。はいはいはい。で、この棒がドローンで見えたら、この棒あと何センチ右とか、はいはいはい、左とか合図が出るんで、それをどんどん近づけていくっていう感じです。なるほど、見えるドローン。
この調整がねまた難しいんですよ。右右右とか言うんですけど、誰から見て右みたいな感じになるし、イグアナをドンピシャでつつかないといけないんで、めちゃくちゃ難しいんですよ。これ捕獲方法考えたの誰なん？いやもう試行錯誤しながら。試行錯誤して降りてる降りてる。音聞こえるかな。ついにイグアナが動き出しました。しかし3キロ程度あるイグアナが10メートルの高さから飛び降りるということは、地面に落ちた時の衝撃の大きさは想像にたやすい。イグアナにとっては命がけの奥の奥の手。果たして飛び降りてくれるのか。頼む。下では人間が動きやすいようにナタで道を作っていきます。なんかさ、こういう作業を見るとさ、道ってさ当然のごとくあるけどさ、もともとは山だったりとか砂利だった場所をちょっとずつ開墾してさ、地球中歩けるようにしたのってさ、マジでさやばいよね。ちなみにね、これね3日間ぐらい振り続けて練習したんですけど、切れるようになったらねめっちゃ気持ちいいんだよね。このでっかい葉っぱの植物が食わず芋って言うんですけど、食べたらやばいのはもちろん、あんだけバサバサ切りまくって粘膜に接触しただけでもかなりやばいんですよ。みんな今ニコニコしてますけど、俺たちがおかしいだけでかなり危ないことしてます。はい、真似しないようにね。みんな準備いいか。はい。はい、大丈夫です。マサールさんはじゃあこっちら辺で。はいで、なんかガサガサっと落としたら動いてる音だから。はい。落ちてくるぐらいまで揺らすって大変ですね。オッケー、いいよ。おお。早っ。あれどこ？早っ。しかしただ一人諦めていない男がいた。到底半袖の人間が通れるとは思えないような藪に突っ込んでいくゲンテスさん。さらにまだ諦めずに突っ込んでいく。イグアナはスタミナが少ないらしい。これで見つけられたらヤバすぎでしょ。いやもうね、ゲンテスさんの執念をみんな学ぶべき。俺もねちょっとねこれにはしびれたわ。すげえ。うわー、取れた。取ってもらったけど。取れた。あー、引っかかってる。ズボンに。かわいいなこいつ。あんな走ってたのにもう全然逃げないです。うわー、すげえ。ほら、でかいな。全く動かん。かわいい。これペットとして飼われるのもわかるな。いや、すごかったわ。諦めない精神を学んだね。でも逃げてった時点でさ、普通諦めるじゃん。あんなもう藪の中にさ走っていって取れるもんなんだね。すごいわ。いや、取れたね。うわ、引っかかってる。すごいでかいな。日本にこんなんおるんや。どー、すげえ。その姿はまさに恐竜。めちゃくちゃかっこいいなこいつ。いや、ゲンテスさんからもう諦めない精神を学びました。あの藪に突っ込んでいくんですね。すごいわ。見つかってよかった。しかもこいつめちゃめちゃ速いですね。早い。いやー、全然捕まえれなかった。俺が取ったと言いたいところですけど、ゲンテスさんが取りました。じゃあ次行きますか。はい。だってわかる。そうなんですね。オレンジっぽいのが。木の上はわかるですね。岩のところはわかるですね。今度は2ポイント目に到着。
一発目全然走れなかったんで、とりあえず走る練習をね、ずっとしてました。そしてイグアナが逃げて入っていきそうな岩も確認しておきます。ここさえ封じとけばイグアナが逃げる場所は限られてくる。これやばいな。これかなり取りやすそうですね。開けてるめちゃめちゃ。俺はこっちで守り固めとこう。この後ろに結構な穴があるんで、こっちに入らせないように俺はここで固めとくって感じ。で俺最終防衛ラインだから絶対にこれ止めないといけない。こっちいらないですか？いや、わかんないですね。もう、この辺は可能性かなりある。伸びる。あ、届きそう？棒伸ばしてるよ。あ、イグアナ見えてる。歩いてる。あ、落ちるよ。来るよ。落ちる。動いてる。もうこれ棒でいけるわ。あ、動いてる。歩いてる。棒渡しましょう。原鉄さん来れるっすか？降りる。降りてきてる。あ、なんか引っかかってますけど。見えてる。動いてる。そっちはい。行った方がいいっす。もう来るっすね。もう落とせる。そっちだね。そっち。こっち。こっちっすね。今こっちにもう向いてるっす。行くよー。落とすよー。落としたどこ？ナイスどこ？すげえ。下落ちても分かんないっすね。今俺が取れた場所だったな。やばいって。原鉄さんやりましたね。やったね。これメスだ、多分。多分メス。あ、こいつ暴れようとしてる。あっちに落ちたってのは分かったけど、あ、見えんな。また来年も来ないといけんな。これは多分メスかなオスかなわかんないね。でもこれがあるから多分オスだと思うけど。さっきのもこれありましたね。メスはなんかもっと少ない。取れた。また原鉄さんにやられたよ。もう視聴者の人もムカついてると思う、俺に。あんな足速いんやね。そう、実はですね、グリーンイグアナは周りの模様によって体の色が変わるらしいんで、牧草の上に置いて緑にしようとしたんですよ。もうさ、なんか捉えてしまったらさ、もう腕の中でもうペットみたいな感じになったから、もう逃げるとかはないだろうって思ってたんですけど、逃げられました。大の大人6人ぐらい動かして一日中手伝ってもらって逃がしてしまったんですよ。なんかもう悲しいってより申し訳なさすぎて、もう本当に。でもね、ゲンテスさんとテンさんマジで優しくて、もう一言も責めずに、じゃあ次行こうぜって言ってくれて、もう本当に優しい。むちゃくちゃ山だわ。あ、森か。むちゃくちゃ森だわ。いや、マジで険しい。しかも信用できない木がね、結構あるよ。こうやって。あ、目に入った。イグアナ一旦落ち着いてます。見えてる。わかる。こっちら辺がいいんじゃない？あ、そっち行った方がいいっすか。スター揺らして落とすみたいやわ。でも今全体的に配置組んで、こっち来たら俺が取る。俺の後ろ誰もいないから俺が取らなきゃいけない。わっ、来た。なんか落ちたぞ。オッケー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 。
どこ行った？あっち行ったんですけど。こっち。巣っぽいの見つけた。この石の下、ちょっとライト取ってくる。わかりました。見えた？姿見えましたね。これゲンテスさんが言ってた巣っぽいところですね。グリーンイグアナは夜間岩の中で暮らしてるんですけど、テンさんもゲンテスさんも今まで岩の巣の中まで追い込んでグリーンイグアナを取れたことはないんですって。つまりこっからは誰も経験したことがない未知数の戦いになるということです。もうちょいやったな。今めっちゃあともうちょい俺が走るとこ映ってたかな。もうちょい走るのが早かったら。結構ね、取れない理由をね分析したんですけど、野球のダイビングキャッチができない限り取れない。ゲンテスさんも全部ダイビングキャッチで取ってるもん。地面に何があるか分かったもんじゃないのになんで飛び込めるんだろうね。もう本当にやばいガチでやばいぞ。で今落ちてったんですけど、ここがもしかしたら巣かもしれないらしくて、今この中探していくとこです。こんな穴の中入れるんか、イグアナ。あ、いたいる。これ俺行っちゃっていいですか？これをライトいいですか？尻尾をはい。ゆっくりだよ。はい。引っ張ったらちぎれるから。あ辿って体までひねらずにまっすぐね。多分これで止まってるから、まあ、引きずり出せるんですか？引きずり出せると思うけど。いいですか？はい、プレッシャー。やばい。これ逃がしたらもうやばいですよ。これで全員から流れる。クエみたいになんか畑の魚みたいに引っかかってたりします？なんか爪で踏ん張るかもしれんから、尻尾はちょっとテンションかけながらわかりました。ちぎれないように。わあ怖い。先端を引っ張ったらちぎれるからさ。掘れば俺が奥まで行けるってことか。ちょっと貝殻で掘りますわ、これで。いや、3匹も奥にイグアナが入り込んで尻尾だけ見えるの。でも自節するから尻尾をたどって体を掴まないといけないらしい。尻尾以外は自節しないらしいから。そしてグリーンイグアナの最大の武器でもある爪、2本の腕と2本の足でがっつりと岩にしがみついてるんですよ。尻尾を引っ張って引っかかってる爪を外すのはまず不可能なんで、尻尾から足まで辿っていってそっから引っ張り出すみたいなイメージなんで、一切身動きも取れないような結構奥深くまで行かなきゃいけないから、別に兵所恐怖症では全然ないんですけど、それでもね普通に怖いぐらいの狭い穴でしたね。足とか掴んだら結構爪が鋭いからやばいし、噛まれたらえげつないぐらい痛いらしい。こんなことやってるゲンテスさんが痛いって言ってたから、ほんまに痛いらしい。ここまでお膳立てされたらもう行くしかねえ。あ、なるほどね。理解しました。いるんじゃない？足長いの。尻尾長いの。尻尾長いから。尻尾の根元まで行ったらグッて引き寄せてもいいかも。ここで尻尾の付け根を左腕で掴んでるんですけど、ちょっとでも握力の力を抜けばさらに奥に入って取り出せないような抵抗をするんで、左腕の握力がもう限界寸前になるんですよ。みんな外から見てる人たちは楽しそうですけど、もう俺はもうガチで必死。もうここまで来たら自分のパワーで取りたい。これ今右後ろ足を掴んで左に振ったら、今左後ろ足。いやこれ右に踏ん張るパワーめっちゃ強いですね。多分爪が結構かかってるんじゃないかな。爪かかってると思いますね。大した作業はしていませんが、あまりの兵所に息が上がり、うまく呼吸が整えられません。ビクトも動きはする？だいぶ動きました。よっしゃ、右後ろ足掴んだ。後ろ足は思いっきり引っ張っていいよ。もうほぼ出てる。出てる？来た？これ前足掴んだら勝ちや。これめっちゃ疲れますね。えぐい。で
左後ろ足も掴んで両手で引っ張ったら多分速いはず。よしこれでで尻尾をまずこっちに出した方がいいかもね。尻尾が邪魔になるから尻尾自分の体の下に入れてそうそうそう。もういい。来たよ来たよ来たよおお出るよ。来たよ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 。よっしゃー取れた嬉しいやばい何分戦った体感今5時間戦ってたんだけどやばいこれ腕永遠にさ引っ張り続けてるから握力がもうお前絶対逃がさんからな。いいかな取れたやった嬉しいゲンテさんテンさんありがとうございます。取れましたイエーイやったお疲れさん2日目にしてようやくやったね疲れためっちゃすり傷だらけ手すり傷だらけ本気でバスってるいやだってあんな狭いからねそうこうやってさちょっと爪が引っかかっただけでほら全然これだけでも大変なかなか大変でしたね。何時間本当ですね。今から徒競走するんですけどいいですか。いいよね。いいですか。やってあげましょうか。やりましょうか。逃がしたら僕のおごりで全部ビール出します。逃がそう逃がそう。いやいや逃がしたのかじゃあどんだけ走るの速いか行くぜ行くぜ。まあ徒競走で俺が勝つ自信はあります。俺が追いかけて俺が捕まえる多分ね。じゃあお願いします。行きますわ。さてイグアナちゃん行くで。こんなダラーンとしてますけどこいつめっちゃ走り出しますからね。行きます。動かん。はい、というわけで、イグアナ捕獲編ね、やっていったんですけども、このイグアナ取るのね、ツアーとしてやってるんですよね。一応ははいやってます。そう実はイグアナを取るツアーもやられてるんです。時期は12月から3月。ゲンテスさんとテンさんのインスタ貼っときますんで、やりたい人はぜひダイレクトメッセージで送ってください。で、ゲンテスさんはナイトツアーをやってまして、テンさんはウミガメとシュノーケリングできるツアーとかもやっています。ということでぜひね、石垣島に行く際は2人と遊んでみてはいかがでしょうか。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは。